高橋ファルコンズの千秋です。安藤です。今日は女性で体が太めやのに弁当が異常に小さい人っておったよなっていう話なんやけど。おったな。はいはい。学生時代の時もやし、大人になってからも俺は結構目撃するんやけど、そういう人。太くない女性よりも太い女性の方が小さいっていうパターンも結構あって、弁当が。はい。その理由を我々なりに考察していこうっていうことなんやけど。はいはい。で、俺なりにちょっと調べてみたんやけど、太っている女性のお弁当が小さい理由について。で、一番よく出てきたのは、ダイエットを意識しとるから、弁当を小さくしとる可能性。なるほど。純粋に見た目のまんまってことやんな。見た目っていうか、弁当が小さいのイコール気を使っとるんやなって。で、あとは自分が太っとるのを自覚しとって、太っとる女性が大きい弁当を持ってくると、そんだけ食っとるから太るんやって思われるのを恐れて、小さくしとるっていう可能性もあるらしい。学生とかやったら思うかもな。で、あとは、これは少ないと思うけど、食材費を節約するために経済的な理由で量を少なくしとる可能性っていうのも、少なからずあるらしいんやけど、はいはい。それは多分、ないやろうと、あんまりないやろう。口実やろ。で、学生の時にさ、中学の時とかにさ、おったやん。おったな、今思うと。学年というかもう学校中で話題になるぐらいに体が大きい女の子がおって、で、昼弁当やったから、教室でみんな弁当食っとんだやけど、その後の弁当が異常にちっちゃいんよ。手のひらサイズ、手のひらより小さいっていう。いや、明らかにこれ足らんやろ、みたいな。確かに。子供ながらにな、ちょっと気にはしとったよ。その体型が結構でかい、太っとるから、それだけでも注目というか目立っとんのに、弁当が小さいことも学年中で話題になるっていうぐらいの。ギャップがな。確かにさすがに直接聞いたりするようなことはなかったけど、でも世間的っていうか全国的にもこういう話ってよくあるらしいな。やっぱそうなんや。デブ、太っとるデブの女の子の弁当が小さいっていうのは。でも、俺が調べた時は、知恵袋で、太ってる女子の弁当はなんで小さいんですかっていう質問があって、はいはい。それは体が大きいから相対的に弁当が小さく見えてるだけですっていう、しょうもない回答がベストアンサーになっとった。それおもろいな。そこを知りたいんじゃないんよって、そんなことじゃないよ。見た目のな。でも、俺が思うに、当時のことを思い出しても、やっぱ周りからの見た目を気にしとるからやと思うで。大きい弁当持ってくるとデブやから、そんだけ食わなあかんのやとか、そんだけ食っとるからデブなんやって思われるのが嫌やから、小さくしとるってことやろ。そう、言われるのが嫌やからっていうと思うで、俺は。これは偏見かもしれんけど、そういう子に限って、周りからの見た目を気にすると思う。先に痩せればいいのにな。だったら。逆にさ、俺らが見とる立場としてはさ、絶対さ、弁当小さい方が噂っていうかいじられると思うよな。見とる側からしたらな。明らかにおかしいもんな。でも、その、太っとる女の子が男よりも大きい弁当を持ってきとったら、それはそれでまだいじられるけどな。そっちの方がでもいじられるっていうか、バカにされるような気がするな。でもさ、逆にさ、本来普通食う量じゃない弁当を持ってきとるわけやからさ、その子からしたらさ、足りてないやんか。そうやな。とりあえず昼の弁当は。だからってさ、夜にさ、その分をさ、腹が減ったっつってさ、ドカ食いしてさ、バクバク食っとったら、太るのも当たり前やんか。それやったらさ、バランスよく昼もそれなりの自分の量食って夜を抑えめにするのがいいんじゃないって俺は思うんやけど。確かにな。それはやっぱ違うん。思春期の女の子からしたら。多分、これも憶測っちゃ憶測やけど、いろいろ調べたら、女性のブログみたいなのも出てきたりして、当時を思い出して、私は弁当が小さかったみたいな人が書いとったんやけど、女性ってさ、身につけとるもんとかでもさ、マウンティングじゃないけどさ、見栄を張るやん。可愛いものを身につける。そうやな。可愛いって言われたいとか、そういうのあるからさ。だから弁当も可愛い弁当がいいんよ。で、小さい弁当って、ちょっと可愛く見えるやん。小さいイコール可愛いっていう。だから、その可愛い、服を着るとか、可愛いアクセサリーをつけるのと同じ感覚で、弁当を小さくしとんのじゃないかなっていう。なるほど。説もあるというか、それも。それも、一理ある説やな。だから、大きい弁当持ってこれやん。でも、結局可愛い女の子が食っとる弁当は可愛いになるんじゃないの？可愛い女の子やったら、弁当がでかくてもそれは可愛いんじゃないの？結局。そうやな。人ってそういうもんじゃない。明るいデブやったらいいよな。明るいデブやったらさ。確かにな。自虐できるデブやったらいいと思う。めっちゃでかい弁当も食っとってもさ。そう。逆にな。いいよな。すがすがしいよな。そう。でも、おとなしいデブやとさ、周りからな。いじることもできんし。本人が知らんところで言われとることになるからさ。俺らの時もさ、太っとった女の子がさ、すごいおとなしい子やったからさ、本人の知らんところで結構言われとったよな。そうやな。子供の時やからっていうのもあるけど、かわいそうっちゃかわいそうなんやけど。
まあそうやな。逆に自分がその当人やったら、やっぱり気にしてしまうもんなんじゃないかな。でも、ダイエットしとる可能性はないと思うで。それはない。だって、人によると思うけど、結局、太っとる女の子、その弁当が小さかった太っとった女の子は、太いまま卒業してったから、ダイエットではなかった。うん、確かに。ダイエットの効果は感じられてないな。その子に関しては断言できるな。そうやな。あの小さい弁当でどうやってあの体型をキープしとんのかっていう、もう学校の七不思議じゃないけど、疑問やんな。一生解けずに終わった問題やんな。痩せてないってことはやっぱその分他に食っとるってことやから、まあ絶対間食とかなんかしとるんやろうな。そうやな。そう。女性って間食めっちゃ多いやん。多いな。職場の女性の人も間食するな。俺も、若い子も、おばさんも、ひたすら間食しとるイメージがあってさ。間食がするお菓子とかは食べるもんやと思ってる。で、女性が間食が多い理由っていうのもちょっと調べてきたんやけど、一つは、まあ、ホルモンバランスの変化っていうのがあって、月経があるから、ホルモンバランスが変動して食欲が増したりすることがあるっていうのと、血糖値が変動しやすいっていうのがあるらしくて、男性よりも筋肉量が少ないから、血糖値が比較的変動しやすいから、血糖値が急に下がったりすると、まあ、空腹感を感じやすいとっていうのがあるのと、あとな、まあ、ストレスとか感情的な要因もあるっていう。ストレスは確かに。男も別にストレスは感じるんやけど、そのストレスを解消する方法として食べ物で気を紛らわせようとするっていう傾向が強いらしくて、女性の方が。はいはい。あながち間違ってないと思うな。ストレスによる暴食。暴食まではいかんけど。気分が落ち込んだ時に食べ物で気を紛らわせようとする行為をエモーショナルイーティングっていうらしいんよ。そういう用語があって。で、このエモーショナルイーティングが多いんやって、女性は。このエモーショナルイーティングの話になっちまうんけど、まあ、お腹が空いたから食べるっていう自然のその食欲とは違って、疲れたから甘いものが欲しいとか。はいはい。もう今日はいっぱい仕事でストレスが溜まってとか、怒られたからっつって無性にお菓子が食べたくなるっていう感情から来る食欲という食べる行為のことをエモーショナルイーティングっていう。だからお腹が空いているわけではないのに食べるっていうことになるから。はいはい。だから太ってしまうんだってよ。脳が命令する過食衝動。だから女性は間食が多いということなの。で、本題のさ、弁当が小さい女子も、結局見栄を張ってさ、弁当を小さくしとるせいでさ、本来さ、バランスがいいはずやん、弁当って。おかずがあって、ご飯があってって。やのに、それでお腹を満たさずに、満たされやんかった分の空腹をさ、お菓子とかさ、そういう太りやすい食い物で満たすから、太るんじゃないかなと思ったわ。本末転倒やな。そうそう。たまにさ、食事は少ないのに、弁当に限らずさ、昼飯とかさ、全然食べやん太い女の人とかおる。はいはい。一緒に昼飯とか食いに行ってもさ、結構さ、太いのに、私全然食べれないっつって食べやん人もおるんやけど、一回の食事であんま食べれやん人ってのも結構おるみたいで、でも、1時間後、2時間後って1時間ずつに腹が減って間食する。それもどうな？間食は食事にカウントせんのよ、ああいう人たちと太っとる人たち。そうやな。これで太るはずはないっつって食ってしまうな。間食してな。職場に女の人が見える範囲におるとさ、ひたすら食っとるからさ、なんかマジで、あれ見とったら吐きそうになるわ、俺。さっき昼飯食ったばっかやろっていう。思っちゃうけどな。ストレスにより過食っていう、今までただのそれを言い訳にしようと思ってたけど、ちゃんとこういうエモーシャルイーティングっていう言葉があるんやな。ストレスやからしょうがないっていう。しょうがない。周りもちょっと同情するやん。免罪符やろ、これ。都合のいい。でもな、間食する女の人、間食でお菓子とか食べる人ってさ、罪悪感多分あるんやろと思うんやけど、食べることの罪悪感を紛らわすためにさ、周りにもお裾分けしてこや。お裾分けしてくるし、お菓子に結構精通しとるよな。いや、なんか周りも巻き込もうとするというかさ、そうやってお裾分けしたりさ、することで自分のその食べることへのその罪悪感を紛らわしとるというか。そらしとるよな、ヘイト。意識そらしとんのかな。ありがたいけど、全然いらんわ、あれ。ほんまにいらんと思っとる俺、あれ。確かに、そう言って、なんか気を紛らわせとんのじゃん。結局、学生の時とかはさ、あんまり休み時間にお菓子とかさ、高校生の時とかはあったかもしれんけど、中学とか小学校ってあんまりお菓子持ち込んで休み時間に食うとかなかったよ。ない、なくとも。俺らの学校はなかったな。だからあれってさ、朝と夜にさ、ドカ食いしとんのかな？やと思うで。家帰った途端にポテチ開けて食いまくったりしとんのかな？でもあとはもう寝るだけっていう状態やったんじゃないの？なんか親もさ、その子供の体型見てさ、この弁当じゃ足らんやろってわかるよな、絶対。わかるな。あれってでもさすがに本人から指定しとるんやろな。親には。さすがに。小さくしろって言っとんのかな？こんだけでいいよって言っとんのじゃない。親やったら心配するけどな。そうやんな。でも親もそこまで考えとるんかな。これでかい
弁当やったら娘がバカにされるの。でもそんなんやったら親子で、そういう太らさん取り組みをすればいいのになって思うけどな。でも親も太っとんのちゃう？やっぱ小学校、中学とかやったら特にさ、デブに対してのさ、いじりっていうか、風当たりがそう、風当たりが強いやんか。だから、親が健康管理も含めてサポートせなあかんと思うよ、俺は。確かに。じゃあなんで子供は太ってしまうんやろうな。子供は我慢ができやんからじゃない。で、親が甘やかすと。だってさ、普通にさ、やっぱ太っとる人よりも痩せとる人の方がさ、かっこいいし、可愛いと思うよね、俺は。実際にそうやと思うし、偏見じゃなくて。またこのラジオはデブに厳しいラジオかって言われてしまうんだけどさ。でも実際俺はそう思うねん。だから自分太らんようにするし、付き合うなら極力太ってない人と付き合いたいし。そうやな。デブとガリガリやったらガリガリの方が絶対いいからな。ちょっと見た目で言えばな。健康的にも実際な、肥満で。でも子供が食いたいって言っとんのを、やっぱ止めれる親ってのは少ないんじゃない？いやー、少ないと思うよ。子供は可愛いよ。そうそう。子供が食べたいってなっとんのを、なかなか食うなとは言えやんのっちゃうかな。だから、両親どちらかの理解があったらいいんじゃない？理解っつうのは痩せるべきっていう。そう、娘これ以上食ったら太るんじゃないのみたいな、その旦那が言ってもいいし、奥さんが旦那に言ってもいい。二人とも肯定で進んでったら、やっぱ絶対わがままの子供に育つしさ。まあペットとかやったらさ、犬とか猫とかやったらさ、太らさんようにさ、できるだけ、その餌を少なくしたりさ、する。ペットにはできるんやからさ、子供にもやれよな、それを。まあでも子供は人間やから、食い物のありかを見たら勝手に取って食ったりするしな。そればっかりはもうしょうがないな。言葉で期待かけてくるしな。確かにな。実際子供にな、食べたいって言われて、拒否入れる親ってのはどんだけおるんかわからんけどさ。本人が風当たりに耐えれるんやったら太ってもいいかもしれんけど。まあでも、中学とか高校とかの思春期で太った学生生活を送るっていうのは貴重な時間やからな。間食とかを防ぐためにも小さい弁当を食っとる女子は大人も含めてやけど、ちょっと無理せん方がいいんじゃないかっていう間食するぐらいやったらな。そう。自然体の方がいいと思うけどな。お菓子とかでお腹満たすぐらいやったら弁当でな、ちゃんと。そう。お腹を満たすべきやと思う。悪循環に持ってくよりはな。多少どう思われようと。昼に自分の好きなだけ食えばいいと思うけど。そんな感じで今日は太っとるくせに弁当が異常に小さい女性がおるよなっていう話をしてみました。ありがとうございます。はい。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。